こんにちは、作曲家ギタリストの黒沢大輔です。今回はトーク動画というか、よくある質問でモニターヘッドホンを買いたいなと思っているのですが、おすすめはありますかと聞かれることが多いので、 DTM を始めたての方だったりとか、ちょこっといいヘッドホンが欲しいかなと思い始めた方向けのヘッドホンを探してみたいと思います。音楽機材を買うといえば、こちらのサウンドハウスが価格的にもおすすめですので、こちらから探してみます。ではまずカテゴリーからヘッドホン、イヤホンですね。で、ヘッドホンだけでもこんだけいっぱい種類が分けられているのですが、今回欲しいのはモニター用ヘッドホンですね。大きく分けると、モニター用とじゃあ他何があるのっていうと、 DJ 用だったりとか、リスニング用、ゲーミング用とかっていうのはいろいろあるんですが、基本的にモニター用のヘッドホンっていうのは派手に聴かせることよりもよりフラットに聴かせることを目的としたヘッドホンになります。例えば低音とか派手に出るヘッドホンだと聴いてる分には気持ちいいのですが、その状態でミックスとかを行うと、他のヘッドホンとかスピーカーに出した時に逆にローが少なめに聞こえちゃうという現象も起きると思いますので、音楽制作においてはモニター用のフラットなヘッドホンを選ぶのが一般的になっています。で、あとは密閉型と開放型、オープン型ですね。セミオープン型というのもありますが、という違いがあります。密閉型はいわゆる一般のヘッドホンのように、音漏れはあまりしにくいのですが、オープン型はこのお椀の部分がちょっと穴が開いていたりとかするので、長時間つけている場合はオープンの方が物理的に耳に優しいかなと思うのですが、個人的にはまず1個ちょっといいの買いたいなっていう感じでしたら、密閉型の方がいいかなと思います。その上で、こんだけいろんな種類があるのですが、もちろん予算の幅というのもありますが、マイナーな機種よりも一般的にユーザーが多そうな機種を選んだ方が、多くの人がそれを基準としているという意味ではいいのかなと思っています。ですので、ここで書いてあるベストセラーとかっていうのは非常に参考になると思います。では、その中からいくつかちょっと絞っていきたいと思いますが、まず価格どのくらいだったらいいのかなっていうのは、人それぞれではあるのですが、 DTM 用途にちょっとワンランク上のが欲しいなというのであれば、やはり1万円以上のものがおすすめかなと思っています。その中でもまずは一番定番と言われているのがこちらのソニーの MDR-CD900ST という、これは結構どこのレコーディングスタジオにも必ず置いてあったりとか、もうスタンダード中のスタンダードですね。じゃあこれでいいじゃんっていう、そこで話は終わってしまうのですが、結構現代においてはこれスタンダードって言われてるけどどうなのかなみたいな、あんまり好きじゃないなって人も結構多いのが事実です。で、僕自身もこれはあまり好きではなくて、理由の一つとしては、まずシンプルにちょっとこれ耳の部分がこのようにお椀というかちょっと浅いタイプなので、物理的に僕は耳の形があまり合ってないのか、耳がすぐ30分ぐらいで痛くなっちゃうのであまり好きではありません。そして音的にも結構ハイがシャキッと出る代わりにローがちょっと聞き取りづらいかなと僕は思っているので、みんなが使っているスタンダードを知りたいという場合は間違いなくこれがいいかなと思いますが、どうなのかなと比較する対象になるかなと思っています。で、僕個人はオーディオテクニカのものを使っています。たまたま最初に仕事したところがオーディオテクニカのヘッドホンがたくさんあったので、その流れでテクニカを愛用しているのですが、じゃあメーカーでオーディオテクニカで絞ってみましょうか。そうすると価格帯がこのように分かれていますが、今回だと1万円以上、2万円以内っていうと、この ATH-M50X か M40X かあたりなんかがいいのかなと思っています。ちなみに 50X はホワイトのカラーがあったりとか、売り切れになっていますが、カラーバリエーションが結構あったみたいですね。もしかしたら他のサイトでは、まだあるのかないのかわかんないですが、少なくともちょっとせっかく高い買い物をするので、自分の気に入った、見た目的にも自分の気に入ったものを買うのがいいかなと思っています。これ結構可愛いですね。そして他にも、よく聞くメーカーとしては、この AKG アーカーゲーっ
ですね。これもメーカーで絞ってみましょう。すると密閉型の1万以上、2万以内だと、この辺りのモデルになるかなと思います。結構同じ価格帯で見た目がだいぶ違うヘッドホンがたくさんありますね。で、東京の方ですと、秋葉原だったりとか、そういう大きい電気屋さんがあるところにはたくさん実物が置いてあると思うので、ぜひとも試してみてください。ただもちろん全部はないと思うので、ある程度ガチャになってしまうかなとも思います。さて続きましては、ヤマハ。こちらも誰もが知るメーカーですね。ヤマハを見てみましょう。で、ヤマハ、今回の予算がちょっと外れてしまうのですが、この MT8 というモデルは最近、プロの人でも使っている方が多くなっている気がします。こんな感じで折りたたみもできるので、持ち運んだりとかする方は便利かなと思います。はい、続きまして、手話もよく聞くメーカーですね。こちらはどちらかというとマイクとかで有名な会社ですが、手話のヘッドホンも、プロで使っている方も多いと思います。で、最後はゼンハイザー。こちらもマイクで結構有名な会社ですが、イヤホンやヘッドホンもたくさん出しています。ゼンハイザーもメーカーで絞ってみましょう。かなり特徴的な形をしているヘッドホンとかありますね。今回の予算内ですと、これとかあたりがいいのかなと思ってます。はい、いかがでしたでしょうか。僕自身もヘッドホンってそんなに頻繁に買い替えるものではないので、フラットな気持ちで今どんなヘッドホンが売っているのかなと一緒に学ぶ感じで調べました。やっぱりつけ心地もサウンドも人それぞれ好みが違うと思いますので、ぜひともお店だったりとかお知り合いの方だったりとかで実物を試してみるのが一番いいんじゃないかなと思っています。それではこちらのチャンネルではこういった音楽の解説だったり機材の紹介などを発信しているチャンネルになりますので、高評価やチャンネル登録などをよろしくお願いいたします。ありがとうございました。